ミスなんですけど、脳なことっていっぱいありません、やっぱり。脳ですよね、みたいなので、脳の複数形。原始時代からの、存在する素材で、それだけあって加工の種類ももう本当に無限にあるんですね。どういう油を使ってどういうワックスを使ってどういう、もう科学的な薬品を使ったり天然のものを使ったり、もうそれぞれで全然顔の表情も変わってきたりするんで。18で高校卒業してそのままサラリーマンになってで2年間働いて、行った専門学校が服飾の専門学校だったんですね。服の作り方を学んでコンテストの賞でイギリスに行くことができたのでイギリスに行ってまた、服を学んでそこで革をいろいろ扱って作品を作ってたんですけど、で革がやりたいなということになって日本で革のメーカーに就職してでそこで約6年勤めて、レザーのことをいろいろ学んで世界中結構革を探しに僻地まで行ったりとかいろいろしてましたね。イラストと筆談で革を買ってきたりとかしてました。家もなかったりしたんですけどそこから川で少しずつ皆さんの助けを借りながらオーダーいただいたりとか仕事いただいたりしたところから始まってインスタを始めてでいろんな日本中全国のいろんな方からもそんなに多くはないですけどもオーダーいただいて物を作らせていただいて今に至るっていう感じですね。革は、今ビーガニズムだったりとか動物愛護の観点でいろいろレザーもかなり風当たりが強いんですけどレザーを使わないようになれば死なない動物の数が増えるかっていうとそうではなくて食肉に関連した素材なので食肉のために肉を取った後最後に残って捨てられるものを再利用したものが皮なんですね。今食肉があるという前提の中ではリサイクルの素材としていろんなもうはるか昔から存在する素材ですね。ネックプレート、僕ギターものとしてギターが好きだったりするので今回ネックプレートを使えるっていうのがかなり新鮮で。ライフワークとしてオーダーメイドを進めながらちょっと自分で今後オリジナルのものも作っていきたいなっていうところもあって一言で革といってもものすごく種類があって面白いなっていうその中で自分だけの革の表情を作っていけたりっていうのを今研究しながらちょっと目指してますね。